よくでも僕もやっぱり接客してる人が多いと結構やっぱ聞かれますね。まあその切れる切れないっていうやっぱりね何でもそうなんだけどもまあ僕のちょっと得意な分野なんだと思うんだけども、カテゴリー分けが得意なんだよね。そうでまず切れるっていう中のカテゴリーを分けないと、切れるって広すぎるのよ。でまあ美味しく切れるのか、でどういう切れ味っていうものを切れるというふうに表現するのかっていうのでもすごく難しいんだけども、ただまあ一番ベースにすべき金属っていうのがやっぱり白紙という金属なんだよね。それがまあ鉄の中に炭素が入っているっていう一番まあシンプルな鋼と言われるまあものなんだけども、そこからまあレアメタルって希少な金属を入れていくとどんどん加工されていって、まあいろんな能力をまあ身につけていってるっていう考え方が一番まあ分かりやすいのかなと思うんだよね。でその中で基本的に白紙3号という鋼材があって、その白紙3号に対して炭素を増やしていくと白紙2号白紙1号っていうふうになっていきます。でこの時に白紙3号ベースで白紙1号を見た時にはどう切れ方が違うかっていうと、引っかかって切れるのが白紙1号、鋭利さで切れるのが白紙3号です。なので本当に瞬間的なものすごい切れ味で言ったら最も切れるのはおそらく白紙3号、はい、っていうのがまあ僕らの研究では分かってます。なのでもう本当に鋭さ鋭利さで切れてるっていうのは間違いない。ただそれが側面抵抗が良くないとか、研ぎ方とかで厚みが厚いとか、そういうのが白紙3号でも今度そういうのが要素が入ってしまうと、滑って切れるっていう感覚に今度なってしまいます。要するにノコギリである方が引っかかって食い込もうとしてくるんだけども、側面がそれを止めてしまうとノコギリじゃない関係で食い込みが悪いんで、そうすると重く入ってなんか入りが悪いんで滑るような切れ込みに感じてしまったりとか、長切れしないのも実は事実で、だからまあ単純に瞬間的な切れ味であり、味の本当に綺麗さのみを求めるんであればやっぱり白さんかなとは思うんですね。やっぱ一般的には2号1号ってランクが上がっていくみたいなイメージがやっぱ多いと思うんですよ。僕もこの業界に入る前はそう思ってましたし、なんか3号より2号がいい、2号より1号がいい、で白よりなんかさらにグレードアップしたのが青で、で青紙スーパーが一番硬くてめちゃくちゃ切れるみたいな説明であったりとか、そういう記事とかも結構ネットに多いですし、まあちょっとねここは深掘りして話すと P しかならなくなる。ただやっぱりその方が売りやすいっていうのはあるのかなって思いますし、でも個人的にねやっぱりまず一番料理人さん方を見てる中で感じるのはちょっとねここもカテゴリー分けがとても大事で、一般家庭なのか料理人さんなのかでやっぱり求めてるものがやっぱり違うはずなのね。でその中でじゃあ一般家庭はって言ったらそもそも研ぎますかっていうまたね選択肢が出てくる中で、研がない人はめっちゃ硬くてとにかく長切れするっていう、で味なんかとりあえず置いといてとにかく奥様がすごく毎日快適に気持ちよくお料理をしていただけるっていう、そこが多分ね最上級になってくる可能性が高いんね。だからそういうところで言うと別に研ぎやすさなんてどうでもいいっていうのも当然出てくるので、ただ僕がすごく研究してる中で一番主軸になってるのがやっぱり料理人さんで、やっぱりその方々のスタイルというか、日常業務とかを見せてもらっていると、大体やっぱり硬い包丁を買ったけどみんな研げなくてもう硬い包丁が切れない状態で無理して使ってるっていう現場ばかり見てる。だからやっぱり扱える包丁って実はすごく切れるようになるのよ。
そうちゃんと研いでちゃんと切れるようにできる、それがすごくいい包丁に必ずなっていく、パフォーマンスが引き出せないとということですね。そうだからそうするとよく切れる包丁って何って言ったら、実は研ぎやすい包丁っていうふうにもまあ言えてしまう部分があって、そうだからやっぱり研げない研げにくいで研ぐのに時間がかかるとかっていうのがまあね本当に少人数でやっぱりね忙しくやっぱりしている業界なので、そうするとやっぱりねそこにかける時間がどんどん減っていけばいくほど硬い包丁を買ってしまうとまあ、そのパフォーマンスが引き出せなくて、結局切れない包丁になってしまうっていうことが多い。僕お客さんに勘違いしてほしくないのが、その白さんが切れるっておっしゃってるのは藤原さんが思う理想の形を作り上げた時点での話であって僕はその要は側面抵抗だって、その鋼材で決まってるっていうよりかは、一般的な要素としてはおそらくその側面抵抗であったり、刃先の状態っていう意味ではその白神3号を藤原さんが理想の焼き入れで粒子を細かく仕上げた状態で理想の刃付けをした状態で比べたら全部その状態にした時に白さんがっていう話で、一般的にだからこれで勘違いしてほしくないのが、だから白さん買いましたで切ってみました全然切れねえじゃんクレームっていうのは違くて、そうなんですよ。結局白さんを買ったとしても、じゃあそこの刃付けであったり、刃先の状態もそうなんですけど、その側面の仕上げ方、厚みだったりテーパーの作り方だったり、いろんなものが影響してくると思うんですけど、そこが完璧に理想に近づいた上での白神3号なんで、だからこれを見て白神3号を買いに行くお客さんもしかしたらいるかもしれないんですけど、それが切れるとは限らないです。それは僕は言っておきたくて、一般的な目線で確かにね、だそれやっぱ皆さん勘違いされるんで、その白神1号がいい、白神2号がいい、白神3号がいいっていうのは理想の形に近づけた上で同じ条件下で比べた時にこういう切れ味ですよっていうその究極の説明なんで。そうなんだよね。だから極論ね、例えば A っていう鋼材があっても、それのね仕上げ方が悪かったら全くね、そのパフォーマンスが出てない状態で買われた方は全くね、それを評価しようがないんだよね。だからそこがやっぱなんだろう、統一されてないんで、要はその変数が多すぎるんで、結局買った包丁のそれが仮に白神3号じゃなくて、一般的には藤原さんのその理想で揃えた時にはそこまで力を発揮しない鋼材だったとしても、側面抵抗であったり厚みだったりその状態が良ければ、他のじゃあ仮に白神3号の商品があったとして比べた時にこっちの鋼材の方が切れるって感じる確率が結構高いなと思ってて、やっぱ作ってる方も違えば、厚みも全部条件が違うんで、っていう中でやっぱり鋼材だけが表面的な情報として見えやすいじゃないですか。ってなった時に白さん藤原さん切れるって言ったから買ったのに全然切れねえじゃん確かに、ね、藤原さん嘘つきみたいになるのはやっぱりそこは誤解していただきたくなくて、そこはね結構注意して大事なポイントだから、この鋼材だから切れるっていうのは結構なんだろう、藤原さんは全て蓄積した経験の中で言ってるんであって、その表面的に白さんが切れるよっていうのは全ての条件が整った上でっていうところだけちょっと誤解しないように。で意外にねやっぱり白さんって鋼材としてもやっぱりね少し安価にね、売られてる傾向があって、イメージ的にはそういうイメージが強いと思います。一般的には安い包丁に使われてる鋼材っていう。で安い包丁の方が、今はちょっと変わったんだけど、昔は特にやっぱりたくさん売れてたくさん広がったから、やっぱりよりまた玉石混合だったりね、そうで逆に確かに白に白1の方がやっぱり作るのが難しい、失敗が多いって言われた鋼材も事実で、やっぱりそういったところでもやっぱりロスをしない、要するに確実にお金に変わるっていう意味で選ばれた鋼材っていうのも事実でね、そうするとやっぱりね評価がやっぱりすごく分かれやすかったり、それの最たるものが8A かもしれないね。愛知製鋼さんが作ってる鋼材でね、もう安い鋼材のイメージで、でも本当にあれもちゃんと作るとものすごくやっぱりよく切れたりとか、研ぎやすくてよかったり、ただやっぱりよくねあるもう本当にシーソーだと思った方がよくて、
やっぱり何かを上げると何かが下がるんだよ。はいはいはい。もうこれはもう原理としてはもう絶対に変えられないところで、なんかね何かを上げたのに何も下がらないっていうのはかなりレアケース。ね、なんかもうよく切れて長く切れ味が続いて超研ぎ安くて値段もめっちゃ安くてみたいな、もう作るのも超楽ですみたいな、そんなものはやっぱり存在しない。なのでただやっぱり注意しなければいけないのが、やっぱりいいことを言う、要するに何かのパフォーマンスを上げてるっていう中で悪くなったところをちょっと言わないっていうのがやっぱりねちょっと誤解をまた生んでるところ、言わなさすぎるっていうのがあるのかなっていう、こっちばっかりスポットを当てて。そうだね。だからやっぱりね包丁でもやっぱりめちゃくちゃ硬い包丁を買ってらっしゃる方がいて、でもやっぱりもうねお値段もすごい高くて、すごいかっこいいんだけども、でも実際砥石を見るとその砥石は多分研げないんじゃないですかっていうものを使ってらっしゃる方もいる。やっぱりねさっきの話、パフォーマンスが上がっていくっていうのは何かがすごく、ね、特性を帯びていくので、包丁の場合ねよく言われるのは硬くなるってよく言う、いいようにやっぱりすごく言われがちなんだけども、硬い包丁を買ったら削れる砥石買わないとやっぱりね全然削れないっていうのも当然起こるのでね、やっぱりねその包丁だけ見過ぎてるところも大きくて、包丁と砥石がセットでやっぱり道具として使えるものであって、でやっぱりそこら辺がやっぱり抜けてしまってるのかなって気はやっぱりすごくするね。それこそやっぱ鋼材も産地と一緒で、どの鋼材だからっていうんじゃなくて誰が作ってるかっていうのがやっぱり大事で、仮に同じ鋼材だったとしても作ってる方で全く違うのが事実なんで、そこをやっぱり、より分かっていただきたいっていうか、そこをお客さんが理解していただくと、じゃあ同じ仮にじゃあ V 金15、銀酸とかステンレス鋼、同じ金属だったとしても多分作り手さんによってこう切れる感じっていうのは大きく変わるっていうのは、その前提を踏まえた上で藤原さんの中では白神3号がっていう、そこだけ履き違えると。そうだね、超長かったね。何の初心者だろうね。まず料理初心者だったら一般家庭だったらもうステンレスの三徳包丁が一番もうおすすめかな。僕は最初の時点ではそこまでその鋼材単体でどうのこうのっていうのは気にしなくて、どちらかっていうともう持ちやすさとか そこからで、そこに不満があった時に次なんかすぐ切れなくなるんですよねっていう。でその時にね、何の鋼材を買ったのかをちょっと覚えておくなり、なんか刃物屋さんに何の鋼材だったのかをちょっとメモ書きで買った包丁の箱に入れといてもらうなり、そういう形で1万5,000円とかそれぐらい前後ぐらいの包丁1本買っていただいて、とにかく使ってみる。結局不満がなければ次がないっていう。そうなので僕らも砥石のね、お話をやっぱりよく聞かれて、よく言うのが仕上げ砥石で、例えば僕ら賢章っていう砥石を作ってる中で3000、6000、8000、1万と仕上げ砥石を作ってて、何番がいいんですかって言われるんですね。でも結局何番がいいかはやっぱり現場で決めてもらわないともうしょうがない。ただ仕上げ砥石で細かくなればなるほど雑味が減りますよっていう説明をするんです。で、味としては綺麗な味になっていくんだけども、ただ持続が悪い可能性があります。それで使えるんであればそれがあなたにとってすごくいい可能性がありますから、ただどれか、買ってみてくださいと。で最初にじゃあ買った方がいいのはどれって言われると、8,000番ぐらい1回買ってみたらどうですかと。それですぐ切れ味が落ちますとか、ちょっとやっぱり雑味をもうちょっと別にあってもいいかなって思うんだったら、6,000番にしてみようっていう話で、で逆にねもうちょっと綺麗な味にしてほしいとか、もうこれ仕上げの最後にもう切り分ける時にしか使わない包丁に研ぐんですっていうんであれば、じゃあ1万番にしてみたらどうですかっていうので、なんか1本とりあえず買ってみて、そこで困ってなんかこういう風にしたいんですっていう要望がないとなかなか難しい。進めにくいっていうのはありますね。やっぱ僕も砥石とかもそうですね、1個基準がないと、なんか柔らかいのが欲しいとか硬いのが欲しいって言われても、どれに対して硬いなのか柔らかいのか
美味しいと一緒で、美味しいまずいと一緒で感覚値の問題なんで、僕にとっての硬いと彼にとっての硬いがずれてる可能性があるんで、そうするとじゃあ検証にしても、この検証のこのシリーズのこれより硬い、これより柔らかいって聞かれれば分かるんですけど、こうふわっとしてる方が多くて、でまずは買ってみてっていうのが、まあそこまでその鋼材、どの鋼材が切れますかってよく聞かれるんですけど、鋼材そのものよりもその研ぎ方であったり仕上げ方の方が、一般的なその店舗で売られてる包丁で見ると、そっちの方がその比重が重いというか大事なことが多くて、鋼材個別の話になってくると、それはもう結局藤原さんの理想の形で仕上げた場合に違いは出るかもしれないけれども、じゃない条件下ではやっぱりその鋼材ごとの違いってなかなか多分一般の方ではこの鋼材だから切れてるっていうよりかは、その研ぎ方刃付けの問題っていうのが大きいのかなと思うんで、まずはそれこそなんだろう、買ってみる、いろいろ考えすぎずに、頭でっかちになりすぎずに、信頼できるお店でいろいろ持ち比べてみて、これいいなって思ったもので、このスタッフのお店だったりスタッフさん信用できるなって、いいなと思ったところで自分の気に入ったものを買うっていうのが一番いいかなと思いますね。その最初のステップ第一ステップとしては。でそこから自分の中でもっとこういうのがいいなとかっていうのが出てきた時に、初めて鋼材の種類だったりとか、砥石の種類だったりとかっていうふうにこう派生していくのが正しい、順序というか、今情報が増えすぎてて、もう結構頭でっかちになりすぎちゃって、買うそのステップに時間をかけすぎてるっていうのはあるかもしれない。そうね、とりあえずね、そのご家庭の方だったらそういう感じでいいのかなと思うし、あとは和食の料理人さんで和包丁がいるんですって言われたら、僕はぜひ鋼を1回買ってほしい。で白紙で全然いいと思うし、白紙がいいとも思うので、とりあえずね、最初にそれを買ってもらうっていう。でなぜそこでステンレスを勧めないのか、V 金15であったり銀酸のステンレスの、柳間も、いろいろあると思うんだけども、やっぱりお手入れの仕方って後になればなるほどもうやれなくなってくるっていうの、これも料理人さんを見ててすごく思う。もう水がついたままポイって置いとくのが癖になってしまってる人が、後から鋼の包丁いいって聞いて買っても、もう拭けないっていう。でこれがね、悲しいかな、ちょっとね、専門学校さんの時点でも和包丁が全部ステンレスっていうところがもうちょっとやっぱ増えてきてる傾向にあって、そうするとそこでも学ばずに3年間とかも勉強してしまうと、ちょっと鋼を使うっていう、もう選択肢が単純に狭まる。で後からやってみてステンレスの方が、ね、トータル見た時に自分に良かったっていう、それはすごく、ね、選べていいことだと思うんだけども、鋼がすごくいいなって分かってるのに使えないっていう、訓練でなんとかなるっていうのもあるのはもちろんあるんだけども、やっぱり若いうちからその包丁を拭くっていう癖をつけておいていただくと、牛刀を買うにしろ、ね、何かを買うにしろ、鋼もステンレスも両方とも候補に挙げれるっていうのは、やっぱり選択肢の幅を広げるという意味ではやっぱりすごくあっていいのかなとは思うかな。僕もこう結構比較的若い方で初めの包丁何がいいですかって聞かれた時に、変えるんだったらちょっと手間かかるけど鋼の方がいいよっていうのは、その習慣づけ、やっぱ道具を大事に使うっていう意味では、鋼ってそれこそやっぱ大事にしないとすぐ錆びちゃったりとか、そういろんなトラブルが出てくるので、本当に基本の基本なんですけど、使ったらすぐ洗ってすぐ拭くだったりとか、食材切ったらタオルで拭いておく、水気を拭き取るっていうのは、ステンレスにおいても大事なことじゃないですか。その習慣をなんか身につけるっていう意味でも、もちろんその材質自体素晴らしい材質でもあるし、その習慣、道具を大切に扱う、なんかそれを扱えるようになっとくと、多分他のどの道具使っても習慣が身についてるんで、やっぱりね、結構鋼の包丁をものすごく綺麗に使える料理人さんの見てきた傾向でいうと、他の調理道具をめちゃくちゃ丁寧に扱ってて綺麗にしてる人が多いので、やっぱりね、
なんて言うんだろうね、その人間性じゃないけども、そういうね、はい癖づけてやっぱり道具を大切にするっていう、そういう気持ちを育てるっていう意味でも、まあ最初にそれを買った方がやっぱりまあね、まあ変な話高級店なのにやっぱりね厨房汚いとかっていうよりはやっぱりすごいピカピカにね輝いてるところの方がやっぱり気持ちとしてはやっぱり良かったりもするので、それがねやっぱり包丁きっかけでそういうのでね、やっぱり手間だからこそやっぱりそういうのを錆びさせない努力っていうのをしていただけるとね、やっぱりねそういうので、まあ確かにね元からもそういう風にならないものもいっぱい選べるようになってるんだけど、ただまあやっぱりねいろいろ調べていくと手間をかけずに使える道具の方がやっぱりまあ料理においてその美味しくできにくいものが多いっていうのもやっぱり研究してて分かってきてるので、やっぱりまあね昔戻りじゃないんですけど、やっぱりまあそうやって手間をかけてあげてる道具の方が料理が比較的美味しくできるっていうのがまあ言えるのかなと。なんか大事に扱う習慣っていうのはすごいやっぱ大事だな、だから錆びてる包丁とか、ね、研ぎ直しとかで持ってきてくださる方もたくさんいるんですけど、こうベトベトに油がついたやつとか鱗ついてるやつとかで、僕からするとシンプルに言えばものすごく汚い手で調理してるのと一緒で、僕からすると包丁ってやっぱ手の延長なんで、やっぱ手汚れたら手洗いますよねっていうのと一緒で、やっぱりその手の先となる包丁も常にやっぱ清潔であり、こう綺麗を保ってほしいなっていうのは、やっぱりね自分がお客さんの側だったら汚い手で調理したもの出されたらやっぱ嫌だし、やっぱそこのなんか最低限の清潔さ、美味しいまずい以前にやっぱ綺麗っていうのはすごく大事だなって思うんで、そういう意味でもやっぱそれを自然に身につけるっていう意味ではやっぱ鋼はすごいなんか選択肢として、ぜひ考えていただきたいものなのかなっていうのは思います。それは感じますね。ちなみにそのハンドル、黒いハンドルってやっぱり昔からね養蜂場でも多いと思うんだけども、黒炭もそうだし、ぜひちゃんと洗った方がいいなっていう。わかる。見えない。そうものすごい手垢の蓄積。もうこすると真っ茶色です。なんかすっごい重なってこびりついてたりするの結構あります。もうあれはもういろんな手垢であり、アクであり、いろんな汚れが蓄積してもそうやって堆積してて、それが黒いからこそ見えにくくなっちゃってるんで、そこはねちょっとね、もうブレードのとこだけじゃなくてちゃんとハンドルもきれいに洗って、その一通りやってで洗ったらすぐ水気を拭き取って。保管するっていうところまで一通り、やっぱそれは鋼だと絶対やらないとそのまま放置すると錆びるんで、やっぱそういう意味でも鋼はやっぱり、その持ち手のあれも含めて全部きれいに洗ってかっこいい黒炭じゃなくてね、ぜひほおのきの方が汚れよく目立つので、黒炭にするともうすぐね色がもう分かんなくなっちゃうので、なかなかねお手入れしなくなっちゃうので。初心者はステンレスの三徳包丁で、プロのこれからプロを目指す方はぜひ可能であれば鋼を選んでいただければ。